皆さんこんにちは。今回は古代日本の中心で世界遺産や国宝がゴロゴロある奈良に行きます。国内外問わず多くの観光客が訪れる人気スポットなのでほんと人多いです。人混みが苦手な方にとっては観光ではなくもはや修行と言っても過言ではないかもしれません。ただちょっと脇道にそれるとざわめきがすっと消えて穏やかで懐かしい街並みが広がるんです。国宝ゴロゴロはまたの機会にして、今回は気の向くまま脇道へ。まるでそこに暮らしているかのような、そんな奈良の歩き方を楽しみたいと思います。なかなかディープな一面もあるのでお楽しみに。では、いつもの奈良とは一味違うじゃない方の奈良へ出発です。ということで、唐突に現れる奈良っぽい景色で気分を盛り上げ、近鉄奈良駅に到着しました。駅名表に鹿がいてかわいい。こうしてイラストを入れるのは近鉄初の試みだったそうです。そして副駅名は奈良公園前。奈良公園にはうちが一番便利っすからという意気込みを感じます。ライバルはここから歩いて10分ほどの JR 奈良駅です。実際観光スポットに近いのはこっちだし、商店街がわんさかあってお買い物に便利だし、軍配は近鉄に上がります。さあ、全力で奈良観光をしている駅を出て、早速外の様子を見に行きましょう。駅から出てきました。最初に目に入るのは商店街。いつもの私なら迷わず飛び込むんですが、残念ながらチェーン店が多くて完全に観光客仕様なのでちょっとパスします。ただ道路を挟んで向こうの商店街はなんだか匂うんですよね。東向き北。東なのか北なのか、ちょっと何言ってるか分かりませんが、後で行ってみようと思います。で、人混みは修行だと言い放った私なんですが、まずはその人混みに飛び込みます。なぜかというと、鹿と触れ合いたいから。鹿に気をつけてねっていうサインがあるほど、この先はたくさんの鹿たちが現れます。かわいい。こんなにたくさんの鹿と何のボーダーラインもなく触れ合える場所、他にはないです。鹿せんべいを買ってさらに触れ合います。触れ合うどころではなく、サバンナに放り出された人間のような状態でしたが、鹿が喜んでくれるならそれでいいです。そう、こんなにたくさんの人がいてもみんな笑ってるから全然ストレスを感じません。どころかつられてハッピーな気持ちになります。鹿パワーですよね。神様の使いと言われるのも納得です。一つ気をつけることがあるとすれば、めっちゃ鹿のよだれまみれになるので、上着は防水がいいと思います。このまま人の流れに身を任せて、もう少しだけ先へ進みます。平和な風景に癒されます。
時が止まっているお土産屋さんを抜けて見えてきたのは東大寺。世界遺産であり国宝。いきなりラスボスクラスの登場です。歴史に疎い私でもなんだかパワーを感じます。大仏様の手がありました。実物大のレプリカだそうです。どれくらい大きいかというと、これくらい。やば大きいです。左手のこのポーズ、ちょっと乗りたくなりますよね。ガンダムとかウルトラマンのシーンを思い出します。そして右手はバロムワンの腕ゲルゲを思い出さずにはいられません。ゲルゲシリーズ、唇毛とかノーゲルゲとかトラウマ並みにグロテスクでした。そしてふと皆さんの好きな特撮ヒーローって何だろうって思ったので投稿でアンケート取ってみました。答えてくれた方ありがとうございます。ウルトラマンと仮面ライダーはど真ん中すぎるので遠慮してもらって、私の好きだったヒーローを独断と偏見でピックアップ。バロムワン、キカイダー、赤影。さて結果は赤影参上。かっこよかったですよね。青影の大丈夫真似しました。その他にもコメント欄に皆さんの推しが続々届いて、懐かしさで涙がちょちょぎれました。読み応えあるのでぜひご覧になってください。さて、鹿パワーでハッピー垂れ流しとはいえ、さすがに人混みに疲れてきました。そろそろ脇道にそれましょう。大仏様はまたの機会に。参道を西へ曲がるとざわめきがすっと消えて、さっきまでの人混みが嘘のように静かな時間が流れています。風の音や鳥の声を聞きながらのんびり歩いていると、素敵な邸宅が公開されていたり、ギャラリーがあったり、宝探しをしているようなお散歩コースです。そうやって進んでいると、なんとも味わい深い通りが現れました。花芝商店街。楽しそうです。老舗と新しいお店が共存していて、とても活気があります。個人店ばかりなのも楽しい。ちょうどお昼時だったんですが、地元のサラリーマンがたくさんランチに訪れてました。美味しそうなお店がたくさんあって、地元の方でにぎわってるってことは本当に美味しいんだと思います。そして観光地価格じゃないんだと思います。気になる和菓子屋さんを見つけました。老舗っぽい佇まい。これは寄らなくてはいけません。伺ったのは菊屋さん。400年以上続く老舗中の老舗でした。いろいろ気になったんですが、いただいたのはお城の口餅。可愛らしい名前。豊臣兄弟にゆかりのあるお菓子だそうです。気になる方は一時停止して読んでください。一つから買えるのが嬉しい。食べ歩きしやすい工夫も嬉しい。いただきます。おー、とろけるお餅の中に上品な甘さの粒あん、そして香ばしいきな粉がいい仕事してます。お昼ご飯が控えているので2個にしましたが、もっとたくさん食べたかったです。
商店街の端までやってきました。振り返ると、あれ、駅から見えていた東向き北商店街のアーチ、どっち向きやねんの商店街です。どうも途中から名前が変わるようですね。どこからだったんでしょう。いずれにしても趣抜群、楽しさ抜群、いい商店街巡りでした。商店街を後にしてさらにディープな場所に向かいます。今回一番楽しみにしている場所です。一旦駅まで戻ってチェーン店ばかりでパスした商店街の筋違い、奈良小西桜通り商店街を通っていきましょう。それにしてもこの辺り商店街ワールドです。さっきの商店街ほど昔ながらではないですが、道が狭くてごちゃっとしてていい味出してます。商店街が終わって人通りも途切れてきました。いい感じのお店を眺めながら進みます。そして姿を現したのが今回の一押し、椿井市場。これで椿井と読みます。100年以上の歴史を誇る市場です。細くて薄暗い通路が昭和時代へと連れて行ってくれるタイムトンネルです。いつぐらいまでにぎわってたんでしょう。この狭い通路にたくさんの人が行き交う様子、色あせた看板を見ながら想像して歩きました。明るいニュースもあります。入り口にあったタコスのお店、去年できたそうなんですが、しっかりにぎわってます。他にも本格的なコーヒースタンド、テレビで取り上げられた中華屋さん、ここにしかない魅力的なお店があります。ではせっかくなので、この椿井市場でお昼ご飯にしましょう。私がどのお店に行くか分かっている方たくさんいらっしゃいますよね。私が町中華を素通りするわけがありません。ということで本日のお昼ご飯は椿井市場の太閤さん、50年以上の歴史がある老舗です。お昼の1時を過ぎてるのに店内しっかりにぎわってます。メニューはこちら。ダメだ、いろいろある。優柔不断な私はこうなると思考停止でラーメンと焼き飯を頼んでしまいがちです。今回もそうなりました。あと餃子も頼みました。そして何はなくともまず一杯。今日は初夏の陽気だったので染みます。まずやってきたのは焼き飯。サラダとフルーツ付きです。あとスープもついてます。この色、間違いなくこれはザ・町中華の味です。美味しい。そしてラーメンは見た目はあっさりの透き通ったスープなんですが、醤油のコクと旨味がしっかりあります。スープが絡む縮れ麺がまたいい。とろけるチャーシューも絶品です。
チャーシュー麺にすればよかった。餃子もいい感じに焼けてます。皮はカリッともちっと、あんは野菜の甘みと肉のうまみが詰まってます。ビールとの相性も最高です。幸せ。お味も雰囲気も町中華ど真ん中でした。地元の方でにぎわっているお店に間違いなし、大当たりでした。この後も散策は続くので、もうちょっと充電していきます。椿市場の並びにある喫茶椿さん、初夏の陽気と町中華でテンションだだ上がりなので、落ち着いた店内でちょっとクールダウンです。お隣の呉服屋さんが経営していらっしゃる風情のある素敵なお店でした。さあ、元気100倍です。次は奈良歩きの真骨頂、路地裏散策に向かいます。駅すぐにあった東向商店街を通り抜けたあたり、観光客でにぎわっているエリアに来ています。この先で路地裏散策に向かうんですが、なんだかひときわにぎわっているお店が目につきました。中谷堂、臼と杵を使った伝統的な餅つきを高速で行うことで有名だそうです。でも残念ながらついてない時間帯でした。で、上を見上げると商店街の看板、餅井戸のセンター街です。漢字だと絶対読めません。人がぐんと減って歩きやすく、個性的なお店が多くて楽しいです。猿沢遊歩道、こちらの案内に惹かれて横道にそれてきました。細い路地に歴史ある建物が立ち並んでいて、ひときわゆったりした時間が流れています。かつてこの辺りは花街だったそうで、その名残もちらほら。かと思えば、ビシッと洗練された建物もあって、目移りする楽しさです。これぞ街歩きの醍醐味、ワクワクする空間でした。路地の先、急に視界が開けて池が現れました。猿沢池、西暦749年、遠い昔に作られた人工池です。興福寺の五重塔が水面に映って、それは美しいそうです。見てみましょう。せーの。はい、工事中。ピントも来てないし残念。とはいえ、降り注ぐ光とそよぐ風、まさにオアシスです。リフレッシュ完了。再び路地巡りに戻ります。柿の葉寿司で有名な平荘です。好きなんですよね、柿の葉寿司。これは買いたい。進まない。もういいか。やっぱり私の辞書に並ぶという文字はありませんでした。またの機会に。続けて歩きます。気になる路地を見つけては曲がって、また曲がって、方角を見失いまくりますが、それがまた楽しいです。鹿が普通にいる街なら最高っす。
そうこうしてたらまた商店街に出てきました。下三門商店街。これまでと随分雰囲気が違って、もう観光っぽさはありません。地元密着って感じで、この距離感が心地いいです。さあ、いい時間になってきたので続きは明日にします。今日お世話になるホテルに向かいましょう。今回も駅近ビジネスホテルなんですが、ちゃんと奈良感出してます。お楽しみに。今回お世話になるホテルは JR 奈良駅すぐのところにあります。なんだか素敵な建物ですよね。でもこれは明日のお楽しみです。で、ホテルはこちら。御宿のの。道民インの和風プレミアムブランドという位置づけです。ね、奈良感出してますよね。そして道民インということは、ささやかなお楽しみがあります。それは後ほど。ではチェックインしてお部屋に向かいます。廊下も和風。路地巡りのように曲がりに曲がるので方角を見失います。私はまたエレベーターに戻ることができるのでしょうか。お部屋はこちらも和な感じ。大げさじゃないシックなデザインが落ち着きます。洗面台が独立してるのも嬉しい。アメニティも充実です。こちらはお手洗いとシャワールーム。浴槽がないのは大浴場があるからです。天然温泉だそうです。お風呂セットも用意されていて、足袋まで入ってました。何かと至れり尽くせりです。そして窓からの景色は駅前ビューです。行き交う人とか車をぼーっと眺めるのが好きなので、これは嬉しいビューです。では早速温泉に入ってささやかなお楽しみを味わいに行きましょう。お風呂気持ちよかったです。露天風呂もあって図鑑即熱でした。さて、まず一つ目のお楽しみ、アイスをもらいます。地味に嬉しいです。そして地味に美味しかったです。で、もう一つのお楽しみは夜泣きそば。お夜食のサービスです。ちなみに晩ご飯はすでに食べてきてます。ちょっと動画が長くなっちゃいそうなのでメンバーシップにしようと思います。結構ちゃんと食べてきたんですが、夜泣きそばは別腹。いただきます。これまた地味に美味しいんですよね。みんな同じ格好で食べる夜泣きそば。勝手に連帯感も湧きました。これで本日は終了です。明日もいいお天気になりますように。おはようございます。2日目の朝、絶賛曇りです。まあ雨が降ってないだけよしとして、後で晴れてくることを祈りましょう。まずやってきたのはホテルの真ん前、昨日通りかかった素敵な建物です。何だと思いますか？場所的に JR 奈良駅の駅舎かな？なんですが、駅は向かって左側にあります。正解は元駅舎。やっぱり駅でした。昭和9年に建てられた歴史ある建物です。今から15年ほど前、JR の高架化に合わせて役目を終えましたが、この貴重な建物を壊すわけにはいかないと、北東18メートルのところにズズズっと移動させたんです。ズズズで気づいた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。少し前の動画で紹介した南海電鉄の諏訪の森駅、そして浜寺公園駅同様、引き屋工法での移動です。建物を解体せず、ジャッキやローラーを使ってそのまま移動させる。人間ってすごい案件です。あの2つよりさらに大きいですよね。総重量3500トン。そんな大きな建物を動かしたなんてもう驚きです。現在は奈良市の総合観光案内所として使われていて、スタバもありました。
スタバはこういう歴史ある建物に馴染むのがとっても上手。門司港駅や神戸駅のお店も素敵でした。観光の拠点としては近鉄奈良駅にリードされてますが、この唯一無二の建物を見るためにあえて JR 奈良駅を使う、ありだと思います。江戸から明治にかけての面影が残る奈良町エリアにやってきました。昨日散策した街並みと雰囲気が似てるので、もしかしてあの辺りも奈良町エリアの一部なんでしょうか。ちょっと境界線が分かりません。さて、この先に築100年を超える町屋があって中に入れるんだそうです。それは興味津々。趣のある通りで気分を盛り上げながら向かいます。見学できる町屋はこちら、奈良町にぎわいの家。大正6年に美術商が建てた町屋で、さすがの美しさです。あれこれ展示物が置いてなくて、町屋そのものを楽しむことができます。当時の暮らしに思いを馳せながら静かな時間を過ごせました。ではこのまま奈良町でランチをいただきます。伺ったのは三好さん。洋食が中心の食堂です。昔ながらのサンプルケースと全く観光地価格じゃないメニューに惹かれました。お昼の1時を過ぎてたにもかかわらず店内はいっぱい。地元の方もちらほらいらっしゃって人気ぶりが伺えます。それにしてもランチのお値段やばいです。安すぎます。
ただいたのはシーランチ、ハンバーグ、チキンカツ、ポークソテー、もう大人のお子様ランチです。さすが洋食推しだけあってデミグラスソースが絶品。1200円とは思えないボリュームで全部食べれるかなと心配でしたが、問題なし、美味しくて全部食べちゃいました。地元の方がいるお店に間違いなし。今日も大満足のランチでした。ごちそうさまでした。美味しい食事で元気100倍。ここから10分ほど歩いたところにまた素敵な場所があるので向かいます。それにしてもこの通り、趣ありまくりで心躍ります。気になる路地を右へ左へ、なかなか前に進みませんでしたが、やっと目的地に到着しました。さてこの駅、何と読むでしょう。今日の終わりと書いて京バテ駅でした。知らないと絶対読めないですよね。文字通り今日の終わり。ここで言う今日は平城京のことです。奈良の都の終わり、端っこに位置することが名前の由来だそうです。明治31年に開業した歴史ある駅なんですが、数年前に復元されてピカピカです。が、駅舎自体の構造はそのまま大切に引き継がれたので、どこか懐かしい雰囲気を醸し出しています。駅前に自動販売機がないのもポイント高いです。それどころかあのポスト、もうセンスの塊です。そして駅はもちろん、この中にあるカフェにも伺ってみたかったんです。京バテ駅舎カフェ、果ての緑。高い天井から吊るされた暖かい明かり、窓から差し込む柔らかい光、なんとも優しい空間が広がっています。豆をひいて入れてくれるコーヒー、手作りのデザートも格別でした。ホームを眺めながら電車が来るまでほっと一息。実は居心地よくて1本見送りました。30分に1本なのに。それくらい素敵な場所でした。では JR 奈良駅に戻ります。こんなにのんびりした駅から今朝出発した JR 奈良駅まで、実はたった一駅。ちょっとびっくりです。
気の向くままに路地を曲がってまるでそこに暮らしているかのような、そんなひとときを過ごしました。定番観光スポットももちろん素晴らしいんですが、時には路地裏をさまよってみるのもおすすめです。きっと何気ない奈良の魅力に出会えます。この動画を見て路地裏をさまよってみたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はいはい、また鳩を取ってるんですねと思った皆さん、のんのんのんでございます。今回は亀です。